私の献身的な看病のおかげでこの家も土地ももらえたんだからね。だから売ったお金で少しくらい贅沢させてよ。父の葬儀後、遺言書によって兄が実家を相続することが分かった途端、兄嫁がそう言い放つ。分かった分かった。二人に好きなもの買ってやるよ。兄夫婦のやりとりに、私は義士が遺産目当てに父の看病を買って出たのだと知る。だが、それを責めるより前に、私は口を出さずにはいられないことがあった。ちょっと待って。実家を売るってどういうこと？ここにはお母さんが住んでいるのに？そんなこと知るかよ。俺が相続したんだ。俺のものをどうするかなんて俺の勝手だ。そんな。うるさいわね。じじいの遺産は私たちがもらったのよ。ババア連れて早く出て行きなさいよ。兄の言葉に私が反論しようとした瞬間、義士の大きな声が耳に届いた。兄夫婦の身勝手さに、ただでさえ私は怒りを募らせていたが、その彼女の汚い言葉に、私の我慢は限界を超えた。私の名前はみゆき。勤めていた会社で出会った同い年の修一と結婚し、妊娠を機に退職。今は専業主婦として小学生の娘と夫を支えている。現在は私の実家にそう遠くないアパートで暮らしており、平日に顔を出す時もあれば、週末に娘と夫を連れて両親が営む喫茶店へ遊びに行くこともあった。70歳を過ぎた両親が2人でやっているお店は落ち着きがあり、ご近所さんたちからも評判がいい。定年退職後に再雇用で働いていた父が喫茶店をやりたいと言い出した時はとても驚いたが、楽しそうに常連さんと話している姿を見ると、父のチャレンジ精神を尊敬するとともに幸せな気持ちになる。父と結婚してからずっと専業主婦だった母が作ってくれるお菓子はどれもとても美味しく、喫茶店ではその母の手製のお菓子も提供している。もともとコーヒーも好きだったこともあり、母は専業主婦だった時よりも生き生きしているように見えた。70歳を過ぎても全く衰える様子を見せない両親に、娘もよく懐いており、そんな娘を両親もとても可愛がってくれている。だが、私は父と母が娘を心の底から可愛がっている様子に複雑な気持ちを抱えずにはいられなかった。私には2歳年上の兄がいる。兄の和樹も結婚しており、中学生になる娘がいるが、両親は兄の子供とはまだ一度も会えていない。原因は兄と父の親子喧嘩だ。あれはまだ兄が結婚する前、兄が社会人になって3、4年が経った頃のこと。営業の仕事をしていた兄は成績が良く、社内ではエースと言われていたそうだ。それが兄を変えていった。最初こそ謙虚にもっと頑張ろうとやる気に満ち溢れていた兄だったが、徐々に周りを見下すようになっていった。あいつが余計なことやるんだよ、まったく。俺のやり方に従っておけばいいのによ。あたかも自分のやり方が完璧で、周りの人の努力や工夫は価値がないとでも言いたげ。そんな兄の仕事の愚痴は家族を不快にしかさせなかった。当時、私は社会人になりたてで、まだまだ一人で仕事ができない頃。それでも自分でもできる仕事は効率化を自分で図れそうなものはやり方を工夫している最中だった。そんな時に、周りの努力をおざなりにする兄の言葉は、私の気分をも暗くしていった。いい加減にしろ。何様のつもりだ。普段は温厚で物静かな父が声を荒げる。父の声に私も母も驚いて目を丸くする。兄だけが父を睨んでいた。うるせえ。ろくに昇進もできなかった親父に俺の凄さはわかんねえんだよ。俺がいるおかげで営業が成り立ってるんだ。お前一人の力で回っているとでも思ってるのか？そうだ。俺は営業のエースなんだぞ。あの会社は俺がいなきゃダメなんだよ。だから俺の言うことを聞くべきなんだ。
実績の伴うやつの言うことに従うのは当たり前のことだろ。会社は一人の力では成り立たない。周りの人に助けられていることをお前は理解するべきだ。それは親父に能力がねえからそう思うだけだ。父が何を言っても兄は自分の考えを顧みようともしなかった。俺の凄さがわからないやつは黙ってろ。最終的に兄はそう叫んで家から出て行った。それがもう20年近く前のこと。それ以来兄は一度も両親にも私にも会っていない。父と喧嘩した数年後に兄は結婚したが、その時でさえ実家に帰ってこなかった。結婚報告の連絡も私と母の元に来ただけ。子供が生まれた時も同様だった。私と母にお祝いだけ振り込ませて、それ以外には関わろうともしてこない。私が結婚や出産した時に連絡を入れても、特に返事は返ってこなかった。それでも私も母も兄には連絡を取り続けた。だが、私や母が何と言おうと、兄は父と和解するつもりはなく、いつもあしらわれてしまう。父が喫茶店を開いた時もそう。父との和解のために開店のお祝いをしたらどうかと提案してみたが、兄は応じなかった。会社から厄介払いされたんじゃねえの？そんな奴が開く店なんて行く価値もない。だいたい働いてもないお前が偉そうに俺に指図すんじゃねえよ。兄は父の店をバカにし、加えて専業主婦になった私のことも蔑んだ。兄の話から兄嫁の玲奈さんも面倒だと言って義理の家族とは関係を持ちたくないと思っていることを知っている。そのため本来初孫であるはずの兄夫婦の娘に両親は今後も会えないのだろうと思うと複雑な感情を抱えずにはいられなかった。私は兄の分も自分や娘が会いに行くことで両親の寂しさが少しでも紛れたらと思い、なるべく頻繁に実家へ足を運んだ。そのため父が末期のがんだと診断され、余命半年だと宣告されたと聞いたときは、何かの間違いではないかと思わずにはいられなかった。つい先日会った父はいつもと変わらず笑顔で常連さんと話をしていた。健康診断の結果で引っかかったところがあったから再検査することになったとは聞いていたが、まさか余命まで宣告されるとは思いもしなかった。またあしらわれるだろうかと思っていたが、兄に連絡をせずにはいられない。しかし案の定、兄から返事は返ってこなかった。しょうがないと思いつつも、私は毎日実家へ顔を出した。そんなある日、兄嫁の玲奈と名乗る女性が実家を訪ねてきた時は本当に驚いた。お父さん、体調はいかがです？和樹からがんだと聞いて、私に何か手伝えることはないかと思ってきたんです。玲奈さんはひどく心配している様子で父に声をかける。兄が来てくれないことに不満はあったが、関係を持とうと思っていなかったはずの義士が訪れたことに私は嬉しくなっていた。さらに玲奈さんは娘だというエミリちゃんも連れてきてくれていた。父も母も会ったこともない初孫がもう中学生だということに驚きつつも、とても嬉しそうだった。なるべく父の看病は私と母で対応するようにしようと思っていたが、玲奈さんも父の看病を買って出てくれたので、義士にも定期的に来てもらうことになった。だが数週間後、それは間違いだったのではないかと私は思い始めた。汚い、もう最悪。だからこんなところ行きたくないって言ったのに。初日こそ静かにしていた姪だったが、2回目以降はひどい言葉を平然と吐くようになった。玲奈さんは父のためにエミリちゃんを連れてきているというが、父を罵り不満をあらわにする姪の存在は両親の気分を暗くするだけとしか思えなかった。そんな状況の中、父は体調を悪化させてこの世を去った。最後の頃は痛みがとても強かったようで、かなり苦しそうにしていたが、父が弱音を吐くことは一度もなかった。
和樹は協力できないので、お父さんの葬儀の準備はそちらで進めてください。悲しみに暮れる私たちにレイナさんからそう連絡が入る。こんな時まで。私は兄に苛立ったが、そんな兄に構っている暇もないほど、父の葬儀の準備に目まぐるしい日々を送らざるを得なかった。そして父の告別式当日、葬儀に現れた兄は参列者から声をかけられるたび悲しそうな表情をしていた。意地を張らずに父に会っていれば後悔せずに済んだかもしれないのに、そう思わずにはいられなかった。隣に立つレイナさんも時々涙を拭いている仕草を見せており、不参加の姪も悲しんでいるという。こんなことになる前に和解していればもっと違う未来があったかもしれないのにとも思ったが、残念そうにしている兄を見ていると責めるわけにもいかなかった。あなたたち、うちに来てくれる？葬儀後、母は私と兄にそう声をかけた。この機会を逃したら兄とはまた会えなくなるかもしれないと思ったのだろう。私は娘と夫には先にアパートへ帰ってもらい、実家へと向かった。実はね、お父さんから遺言書を預かっているの。母は真剣な顔で私たちにそう告げる。それが知りたかったんだよ。母の言葉を聞いた瞬間、兄はニヤッと笑みをこぼす。ちょっと待って、それどういう意味？私は兄にそう問い詰める。だが兄は私の問いには返事をせず、母に早く遺言書を読むようにとせかした。遺言書には家や土地を兄へ、預貯金を母や私へと書いてあった。続きがあるらしく、母はさらに読み上げようとしたが、母の言葉を遮り、兄は勝ち誇った顔で高らかに笑う。やっぱり親父はお前らみたいな専業主婦より長男の俺の方を頼りにしてたってことだ。は？だってそうだろ。俺にはこの実家と土地、お前らには大して残されてない貯金だけ。どう考えても俺の方が優遇されてるだろう。兄に鼻で笑われ、私は言葉を失う。するとレイナさんはそんな私に構うことなく、兄へ不満を漏らし始める。ちょっと、相続させてもらえたのは私のおかげでしょ？そうだったな。レイナが親父の面倒を見てくれて助かったよ。二人のやりとりに嫌な予感がした。そして、その予感が的中したことを私はすぐに思い知らされた。それ、どういう？絶縁状態のままじゃ遺産もらえないと思ったから、私がお父さんの看病を引き受けたわけ。和樹はどうしても嫌だって言うからさ。はあ、やっと終わったわ。半年間、本当に長かった。私の震える声に、レイナさんは笑って答える。義士の企みに愕然とする私を気にかける様子もなく、彼女は卑しく笑ったまま、兄の方へと向き直る。私の献身的な看病のおかげでこの家も土地ももらえたんだからね。だから売ったお金で少しくらい贅沢させてよ。あとエミリも嫌がりながらついてきてくれたんだから、エミリにも何か買ってあげてよね。わかったわかった。二人に好きなもの買ってやるよ。その会話で私は義士が看病だけでなく姪を連れてきたことも遺産目当てだったと知った。だがそれを責めるより前に、私は口を出さずにはいられないことがあった。ちょっと待って、実家を売るってどういうこと？ここにはお母さんが住んでいるのよ。そんなこと知るか。俺が相続したんだ。俺のものをどうするかなんて俺の勝手だ。そんな、うるさいわね。じじいの遺産は私たちがもらったのよ。ババア連れて早く出てきなさいよ。兄の言葉に私が反論しようとした瞬間、義士の大きな声が耳に届いた。兄夫婦の身勝手さに、ただでさえ私は怒りを募らせていたが、その彼女の汚い言葉に私の我慢は限界を超えた。こんな人たちに大事なこの家を渡すもんか。だが、
私が二人を咎めようとした瞬間、わかったわ。母が諦めたようにつぶやく。私は驚いて母の方へと振り返る。お母さん、ダメよ。こんな二人にこの家を渡すなんて、今すぐ取り消して。もういいわ。母は頑なに私の訴えを受け入れない。そんな母に気をよくした兄は私を嘲笑う。おふくろがそう言ってんだからお前はとやかく言うんじゃねえよ。すぐに売りに出すからこの家からさっさと出ていけ。今後一切俺たちに関わるな。母はこんなことを言われても何も反論しない。ただ遺言書には続きがあると兄に読むよう勧める。だが兄は必要ないと言ってそのまま帰ってしまった。お母さん、いいの？この家だってお店だってお父さんとの思い出が詰まった大事な場所だったんじゃないの？そうね、大事な場所には変わらない。でも我慢の限界だったの。兄に対して何も言わないことに私は苛立ちをあらわにして母を問いただす。すると母は私に遺言書を渡してくるとともに衝撃の事実を打ち明けてきた。それって。驚く私に母はもう小さくなった兄夫婦の背中を見つめながらにやりと笑う。永久にさようなら。その母の言葉に私は爆笑する。つられて母も大きな声を出して笑うのだった。母はその後すぐに私のアパートへと身を寄せた。そして母と同居し始めてから1ヶ月が過ぎた頃、私のもとに兄から着信が入る。お前たち相続放棄したんだって？ありがとな。おかげで俺たち家を買うことにしたから。家？お前たちがもらうはずだった金を頭金に回して給料のほぼ全額毎月のローンに充てることにしたんだ。おかげでいい家買えたわ。実家も土地も売るから金には困らないしな。お前はまだアパート暮らしか？その後も兄は私を貧乏人と散々罵って一方的に電話を切った。いくら見下されたところで今の兄に何を言われても私は何とも思わない。なぜならこれから地獄を見るのは兄なのだから。兄の電話から約2ヶ月後、兄から私に再び電話がかかってくる。これはどういうことだ？返済が滞ってるって、こんな借金知らないぞ。家に差し押さえ通知書が届いたという兄は、私が電話に出ると開口一番に怒鳴り声を上げた。私は北総へ見ながらも淡々と返事をする。お父さんが喫茶店を始める時に抱えた借金でしょ？まだ完済してないから返済が滞ってたら差し押さえ通知が来るのは当たり前じゃない？だからってなんで俺のところに来るんだ？親父の借金なんだろ？だってお兄ちゃんはお父さんの遺産を相続したじゃない。俺は借金まで相続した覚えはない。そう怒鳴る兄に私は事実を伝える。遺産にはプラスもあればマイナスもあるということを。だが私の言葉を聞いても兄は反論をやめなかった。それならお前たちも一緒にこの借金を背負うべきじゃないか？なんで俺が払わなきゃいけないんだよ。だって私たちは相続を放棄したもの。プラスもなければマイナスもないわよ。ふざけんな。借金を返さないと担保になっている実家や土地を差し押さえるって通知書が届いたんだぞ。これじゃあ売れないじゃないか。でしょうね。というか、なんで差し押さえ通知書が届くまで対処しなかったの？俺には関係のない話だと思ったんだよ。母さんが保証人にでもなってると思ったんだ。家や土地を担保にした借金は保証人が必要ないのよ。お父さんはお母さんのことを考えてそうしたらしいわ。私は愚かな兄に呆れながら言葉を返す。すると兄は私のその態度に何か気づいたのか、さらに声を大きくする。お前、さては知ってたな。あの日お母さんに聞かされたの。遺言書の続きにも書いてあったしね。そんなの俺は知らない。知らないから何？お母さんの言葉を遮ったのも
目を通すように言われたのに読まなかったのもお兄ちゃんでしょ。全部お兄ちゃんの責任じゃない。冷たく返す私につけ込む隙がないと分かったのか、母さんに代わってくれと兄は焦りをあらわにし始めた。だがいくら兄が窮地に追い込まれても私が兄に同情することはない。先ほどまでと同様、私は淡々と返事をする。今は無理。担当の人と盛り上がっちゃってるから。担当？お母さんね、お兄ちゃんが遺言書を読んで実家や土地を相続しないようなら自分が借金を返済しようと考えていたみたいなの。それでずーっとお金を貯めていたのよ。私の言葉の意図がわからない兄は黙っている。私は兄の返事を待たずにそのまま現実を突きつけることにした。お兄ちゃんが相続を放棄しなかったおかげでお金が余ったのよ。だからそのお金で2世帯住宅を建てようって話になっているのよ。2世帯住宅？ええ、今日はそのハウスメーカーとの打ち合わせ。お母さん、担当者の人と馬が合うみたいなのよね。そんなことどうでもいい。お前だけずるいじゃないか。俺にも母さんの貯金をよこせよ。なんでよ。関わるなって言ったのはお兄ちゃんの方でしょ。それは自分で言ったことぐらい責任持ちなさいよ。その後も兄は電話越しにすがってきたが、私はしつこく関わってくるようなら警察に連絡すると言って電話を切った。すぐに技師から助けてほしいとの連絡も入ったが、考える間もなく断って2人の番号とも着信拒否にしたのだった。結果、兄たちはせっかく手に入れた住宅を手放すことになった。だが手放したところで買い値には届かず、借金を背負う羽目に。父の借金を返す余裕などあるわけもなく、実家や土地は差し押さえられてしまった。給料のほとんどを返済に充てた無理のあるローンを組んだため、兄たちは毎月の返済に苦労しているようだ。遺産をもらえたご褒美として購入した義士と姪のブランド物のバッグも売りに出すことになったという。そのため、もともと反抗的だった姪はさらに態度が悪くなり、家庭内では喧嘩が絶えないらしい。さらに散々周りを見下していたことがあだとなり、兄は昇給する見込みもないらしく、ずっと専業主婦でいた玲奈さんも働きに出るしかなくなったそうだ。だが彼女が朝から晩まで必死に働いても給料はすべて生活費に消え、贅沢も何もできる余裕はないようだ。一方、私たちは母と新築の2世帯住宅生活を開始。2世帯住宅といってもほとんどの時間を共にしており、母は娘とも夫ともいい関係を築いている。長年喫茶店を営んでいたこともあって、母の入れてくれるコーヒーは絶品。そして休日には娘と母と3人でお菓子を作るのが習慣化しつつある。そんな生活にいつかお父さんたちのようなお店が作れたらと、私は密かに夢を膨らませるのだった。